テレビ子供向け番組誌。昭和時代にはお茶の間の中心にテレビが位置していました。これは昭和の子供たちとテレビとの絆を縦軸で振り返る企画です。昭和11年、講談社の児童向け雑誌少年クラブに江戸川乱歩による少年探偵団が掲載され、人気シリーズとなりました。戦争が激しくなると中断されましたが、昭和24年に再開され、また大人気を呼びます。これは、怪人二十面相という怪盗を固定悪役にし、そのライバルとして、乱歩が、すでに大正時代に発表していた推理小説に登場する探偵、明智小五郎を当て、さらに、彼に協力する少年探偵団という子供たちの活躍も描いたことにより、子供たちから絶大な支持を得ました。アメリカ等ではありえない現象として、日本の子供向けヒーローものでは、子供が中心的に活躍するということがありますが、その原型は、この少年探偵団の商業的成功にあると言えるでしょう。また、少年探偵団団長である小林少年の活躍は、少年向け作品での少年探偵の続出という現象を生み出すこととなります。昭和29年、松竹が怪人二十面相を映画化。さらに、大阪の朝日放送が、ラジオドラマ少年探偵団を放送するなど、当時のメディアが独自作品化し、人気は盛り上がりました。翌昭和31年4月16日から、東京の日本放送が、朝日放送版の主題歌を流用して少年探偵団を放送するや、その主題歌を知らぬ者はないほどの大ヒットとなりました。有名な、僕らは少年探偵団という主題歌は、もともと朝日放送が制作したもので、作曲者の白木義信も京都の人でした。もともと朝日放送で制作した少年探偵団が、関東で大人気となると、次々と後を追うように、少年探偵が漫画に登場しました。昭和31年、少年探偵亀田正太郎が、巨大なロボットを操縦して事件を解決する鉄人28号が、雑誌少年で連載開始。車を運転し、拳銃も扱う正太郎少年は、当時の子供たちの憧れとなりました。昭和32年には、少年画報で少年探偵王が始まり、後に幻探偵と改題されました。警部を父親に持つ藤進少年が、オートバイに乗って2丁拳銃で活躍するという内容で、親に心配をかけないように、マスクや帽子で変装するという、今日でいう変身要素も盛り込まれていました。そして、昭和33年2月、前回ご紹介した国産初の連続テレビ映画、ポンポコ物語の後番組として、ついに、日本の子供向け番組、最初の代表作が TBS に登場します。この月光仮面では、前番組から引き続き、脚本、川内康則、提供、武田薬品、代理店、先行者でした。主人公は私立探偵の岩井十郎で、番組中で正体は明言されませんが、彼が顔まで全身白装束姿に変装し、月光仮面として悪の親玉とその組織と戦うという内容でした。この番組の主題歌部分での出演者紹介では、岩井十郎の配役として、主演の大瀬光一が表示され、月光仮面の配役は、ハテナと表示されるという演出が施されていました。この手法は、以後の昭和30年代ヒーローもので、何度も踏襲されることとなります。昭和33年11月には、日本テレビで怪人二十面相放送開始。名探偵明智小五郎や少年探偵団の面々と怪人二十面相の駆け引きが、テレビにも本格的に登場しました。この主題歌、冒頭での二十面相の高笑いが子供たちを怖がらせ人気を博しましたが、この番組の出演者紹介でも、怪人二十面相の配役がハテナ表記になっていたということです。昭和34年、時の皇太子妃となる正田美智子さんに対するミッチーブームの喧騒の中、2月に現在のテレビ朝日、3月にフジテレビが開局し、関東地方に現在まで残る基本キー局が出揃いました。4月10日、時の皇太子殿下ご成婚パレード中継は、各放送局による当時の技術と努力のあらん限りを尽くして放送され、生で出来事を堪能できるテレビという存在への庶民の注目度が一気に高まりました。放送局が増えたことも合わせ、いよいよテレビは
普及率もうなぎ登りとなり、黄金時代へと突入していきます。テレビ黄金時代到来を見越した多数の企業がテレビ免許を希望したため、フジテレビは日本放送と文化放送という2つのラジオ局と、東宝、松竹、大映という3つの映画会社の合同経営で始まりました。中で、大映は最もテレビへの対抗意識が強かった会社でしたが、フジの経営に加わったことにより、テレビ室後の大映テレビが発足。その制作第1弾として、開局直後のフジテレビで少年ジェットが放送開始されました。当時大人気だった赤堂鈴之助の作者である竹内綱吉に依頼し、誕生した少年ヒーローのジェットは、船越探偵の弟子として事件に関わるようになります。一方、現在のテレビ朝日となる NET の方では、映画会社の東映が経営に加わっており、七色仮面という仮面ヒーローを登場させました。これは、元祖国産ヒーロー月光仮面を編み出した川内公判に東映が依頼したもので、東映映画で当たったタラオ番内を元にしたヒーローです。タラオ番内は、変装の名人で、7つの顔を持つ男と異名を持つ名探偵でしたが、七色仮面の正体と目される蘭光太郎も私立探偵です。先行テレビ局の TBS はもともとがラジオ局ですが、私立探偵ヒーローの元祖月光仮面に加え、この年、ラジオとテレビの両方で、少年画報で大人気の幻探偵を番組化しました。さらに、先行局の日本テレビも、日曜の昼から口笛探偵場を開始させました。これは、少年探偵の勇が事件を追っていて危機になると、どこからともなく口笛が聞こえてきて、戦時中の飛行機乗りのようないでたちに身を包んだ男が助けてくれるという内容で、口笛探偵長と呼ばれるこの男の正体は、勇の父親である早田博士だったのでしょう。この探偵ヒーローブームのようなものは、昭和35年になっても余韻が残りました。まず2月に、日本テレビで、鉄人28号の実写版が始まります。前年に、鉄腕アトムが毎日放送、関東ではフジテレビで放送開始されて人気を博していたので、月刊少年でアトムと人気を競っていた鉄人の実写化が企画されたのでしょう。すでに前年にラジオドラマ化されており、そちらはそこそこの人気だったようですが、この実写版はわずか13回で終了しました。そして6月には同じ日本テレビで C 級ペット21が始まります。これは少年探偵の活動をする兄弟2人が事件に遭遇すると、アマチュア無線を用いて、正義の味方、ブラックマスクを呼び出すというものでした。ブラックマスクがトヨペットクラウンで駆けつけるこの番組はトヨタ自動車提供でした。C 級ペット21は、怪人20名相の後番組でしたが、前番組で主人公の明智小五郎を演じた佐伯徹が、引き続き正義のブラックマスクを演じていました。日本テレビで怪人20名相が終了したのを見計らってか、フジテレビで少年探偵団が始まりました。一世を風靡したラジオ版少年探偵団は日本放送の番組で、日本放送は戦術したようにフジテレビと系列関係にあるので、使われた主題歌も日本放送版と同じものでした。フジテレビとしては、本来、うちが日本テレビより先にテレビ化して当然だったと歯がゆかったかもしれません。このように、昭和35年開始の3作は、いずれも少年と呼称される男子が主人公格で活躍しました。子供が事件解決に中心的に活躍するというこうした作品作りは、おそらく日本独自に発展した設定かと思われますが、そもそも大正時代の推理小説からそのような作品が存在し、江戸川乱歩や横溝正史も愛読していたといいます。漫画では、昭和29年に始まった手塚治虫の健一探偵場が少年探偵ものの元祖のようで、健一は少年ながら拳銃を用いるという設定なども、鉄人28号の金田正太郎に引き継がれたものと言えるでしょう。こうして見てきたように、昭和30年代中頃から始まったテレビ黄金時代のヒーロー番組では、少年探偵を含めた私立探偵が事件解決に奔走するという内容が目白押しでした。今日のおさらい。国産初のテレビ変身ヒーローは、先行者プロダクション制作
川内康則脚本の月光仮面。月光仮面をはじめ、戦後、しばらく探偵ヒーローが多かったのは、江戸川乱歩作少年探偵シリーズの雑誌やラジオでのリバイバルヒットの影響が大きかった。日本では、大正13年に、小堺父母が子供の科学で少年科学探偵塚原俊夫という小説を発表しており、それに、乱歩の少年探偵団という大ヒットが続くことにより、諸外国には珍しい文化として、子供が事件解決に活躍するという創作物が受け入れられてきた。以上、テレビが本格的に普及し始めたと言われる昭和34年前後のテレビ黄金時代突入期の話です。